にちは。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。魚まぶし、ニュータイトなら見えなくても OK。 全裸空間、謎空間、 NT 空間、見える。これはマグ。歌来た。マチと修二を追い込んでる対戦相手も結構すごいでじゃね。オメガサイコミュでも改善されてないのかゼクノバ。劇場版と違う挿入歌。映画だとここはどうなってもいいやだった。外装削れてたあのガンダムの外装がまぶいね。完全にニュータイプ。グムーン。知ってる SE。トマホークブーメラン来た。すげえ。抜けない。勝利の歌か。ガンダムハンマー来た。マチュー。うおー、ハンマー強え。鉄球、ギリーン。いいやん。首ちょんぱ。すげえ。後ろに目がついている。やったか。これ普通に死ぬこともあるよね。このハンマーってソロモンで白い軽キャノンが振り回してたやつなのかな。ガチマブ。素直に喜ぶ人たち。本物のマブっていうことについて肯定はしてないな。緑のおじさん、違います。本当のマブは私と大差なんです。劇場版はここまで。エンディング来た。面白い。来週からいよいよ未体験ゾーン。映画はここまで。ガンダムの声が聞けるのは良いな。予告待機。ここまでは映画で見たから次から楽しみ。おしゃれソングやな。おしゃれエンディング。マラカス振ってるにゃん、かわいい。面白くて悔しい。映画の部分終わったな。次回予告楽しみ。挿入歌も星町やんけ。この世界観の赤いガンダムは例のレッドウォーリアーとは違うのかな。通貨なんでシャリアブル。ガンダム取り返しに行かんの。探してるのはガンダムじゃなくてシャアだから。赤いガンダムにシャアが溶け込んでるんじゃないのか。ジム、予告の小南さん。ジム来る。ジムと戦うんだ。ガンダム魔女。水星のか。魔女来た。来週も見た方がいいってガンダムが言っている。来週も見ようとガンダムが言っている。できることなら来週からの話も劇場で見たいぜ。めちゃ面白い。水星の魔女も見てみるか。 YouTube 公式にジークアクスのサントラ視聴動画があるけど、コロニの彼女って挿入歌めっちゃいいね。 PV で初めて聞いた時から思ってたけど、ソドンに乗ってシャリアたちと一緒に地球に行くんだろうけど流れが読めんな。4話以降はビギニング鑑賞勢も完全に初見になるからさらに盛り上がるし最高だよジークアクス。そういや世間的な評価というか話題になって新企画特たくさんできそうな感じなのかね。今んとこ普通に最終話の音に続編制作決定じゃないの。1クール終わりにプレイスホルダーの部分が解明されて本当の機体名明かされて2クール目からが本番はありえるんだよね。ジークアクスの方がファーストガンダムより性能良さそうだな。軍属崩れが個人でモビルスーツ持ってるとか怖い世界やな。 UC ガンダムで軍属じゃない個人が持つモビルスーツってダブルゼータで出たげせだかげと高いやつくらいじゃなかった。モビルスーツかどうか怪しい機体だったけども、連中は違法に武器を入手してる犯罪者だからね。ニャーンもまともな奴らじゃないと言ってるし。マチュってアマテの小さい頃のあだ名だったんだ。円盤はあるだろうけど2話ビギニング完全版、1話3話な感じで劇場版の流れで収録するんかね。アンキー姉さんが投げてたのって最高味の部分だよね。やはり関係者か。赤いガンダムのパイロット意外と早く明かされたな。もうちょっと引っ張ると思ってたんだが、てか一緒にクランバトルに参加するのかよ。ザク変えるのはそこそこ懐あったかい人たちで、ジャンクパーツ集めて作った自作モビルスーツとかある世界観なんじゃないの。ジークアクスはビームサーベルや頭部機銃などの近接兵器はないのかな。マーヒーとホークは燃えるから世界で一番 OK なのだけど、街はヒートホーク振り回しながらうおーって叫んでるのが似合ってるよ。松短歌はゆずな。
魔改造されてトマホークビットブーメランになる可能性はないだろうか。あの速度で飛んでいってたヒートホークがナデラの場所にまた戻ってきたのか。地球でスイングバイしてきたにしては速すぎるし。投げたのが戻ってきたんじゃなくて、投げた先にジークアクスホカが移動してる。それを無意識にではあるけど見越してたってこと。シャアはひらめきによって陣を置いてきたって言ってたけど、今回のマチュみたいにニュータイプの直感だったのかな。ジークアクス、キャラデザと音楽がいいね。ガンダムなのにクラブミュージックのようなおしゃれさがある新世代の宇宙世紀ガンダム。やっぱりヤンキーは元ジオンっぽいな。マブ戦って要するにガンダム VS だよね。タッグマッチ。マチュが通ってるのが超お嬢様学校なのか。撃破されて不動になったモビルスーツは放置で軍系が対捕難。2話で RX7801 が頭破壊されて爆発したのは頭部機銃が誘爆したからみたいだけど、爆発はやばいよね。修二ってどこからガンダム拾ってきたの？修二が赤いガンダムのパイロットか。あっさりと顔を明かしたな。もうちょっと隠しとくのかと思ってたが。県民なので頭に愛媛みかん箱乗せてた修二。ふんに親近感湧きました。来週も楽しみ。イケメンすぎる。さすがガンダムシリーズの女主人公だ。ジークアナだった。オールスターで主人公機を集めた時剣や銃ばかりになるから貴重な斧枠だな。やはり最後のジークアクスのコックピット、マチュの汗がたくさん浮いてていいね。入りたい。オールサイコミで動かしてるとかでないとさすがに素人が操縦してるというのは無理だったか。すでにユニコーンの時代に精神派だけで操作できるシステム作られてますんで。クランバトルはボトムズのバトリングみたいな感じだな。リアルバトルしかないみたいだから確かに命がけだが。マブってマブダチから来てるんかと思った。合ってるぞ。鶴巻がマブとマブダチのダブルミーニングと明言してる。エグゼベ君がこれが本当のマブって驚いてたけど、どのあたりが本当のマブだったんだ。実戦見たことなかったんだろう。レグザベクンビットを落としたことで X だとかなりの実力があるような反応されてたけど、今日のを見るとやっぱ大したことないように思える。現状はオメガサイコミ、エグザベ君、越えられない壁。オメガサイコミの手何もできない街じゃね。ハロ、いきなり本当のマブとか言い始めたけど、なんなのこいつ。修二と会っている時いなかったよな。あのハロはいろいろと怪しすぎるし、そのうち正体が明かされるだろう。中身アムロ、ハロがオメガサイコミを動かした。無印のアムロとララーの開口がゼクノバってことでいい。似た感じだけど、アムロとか別に消えてないよね。マチタ最初から修二にほの字じゃん。マチちゃんがメスの顔してた。赤いガンダムが修二の元にあるけど、それに乗ってたシャアはどこ行ったの？修二って平行世界のシャアで、ゼグノバでシャアと入れ替わったってこちらの世界に来たんだろう。なんであいつは女の子に髪クンクンしても許されるんだ。変態じゃんって書き込みを入れ噛み終わった時もやった。イケメン無罪というやつらしい。イケメンはずるいよね。羨ましい。男とバディとか誰得なんだよ。バンダイさんガンプラ女子とか無理だから諦めろ。ニャンクランバトルに全く関わってなかったけど、この子これから何するの？わからない。今後期待せよ。そういやカムランも出てたな。圧力かけられて逮捕したパイロットを緑王子に引き渡し、相変わらず事なかれ主義か。未公開シーンで金塊でも渡したのかもしれないな。映画だと等身違いすぎて笑えたけど、テレビは影を濃くしてたせいで気にならず普通に見れたな。ソドンでコロニーに侵入て東京湾にアメリカ軍艦独弾で突っ込むようなもんか。サイド6への突入シーンは映画見たやつと見ていないやつとで全く印象が異なるわ。というか非合法のモビルスーツバトルとはいえ、配信されるぐらいの知名度があるところで、パクった最新軍用機でバトルとかしててええんか。緑の地産とカノン機に中継見ながら解説しだすしよう。物語動かすためならそんなさじどうでもいいって感じで進めるの気になるわ。現場では割とズブズブなのかもしれない。昔のマフィアと警察みたいに。一番謎なのは民間人が宇宙への出入り口普通に使ってることだわ。5秒以内ならセーフとかそういう問題じゃないだろう。
5秒以内ならシステムの監視をごまかせるってことやろ。1話冒頭みたいに民間の業者がデブリ回収したり清掃業務やってたりしているので、コロニーからの出入りは結構あるのでは。5秒くらいなら監視カメラをごまかせるとか、そんな感じちゃうか。ガンダムって燃料なんで動いてるの。あの怪しいハードディスクみたいなの以外に燃料補給しなくていいの。宇宙世紀のガンダムは核熱エネルギーやエネルギー補給は見たことない。リットって呼びはあるんだろうか。初見だから普通に楽しい。ここまで映画でやってたんだな。やっと来週から新しいエピソードになるのか。あと9話で締めれるかな。ようやく次回から未知の領域か。さてここからどんなストーリーになっていくのか。案の定次回ドムとジムもドキ出てくるか。未来屋島の子孫みたいな人が出てきた。新キャラは TS カツ。あのこけし頭のジムの子ちょっと好きやで。そういや2対2だからおかっぱちゃん以外にもう一人新キャラ出るのかね。4話もクランバトルだから、クランバトルがメインの話になるのは確定っぽいな。ガイナックスのアニメが好きなワイは今のところ雰囲気は好きだが、宇宙戦争もののガンダムを期待してた奴らには不評だろうな。レバみたいにネタいろいろと仕込んでそうだから、その辺楽しめるかどうかな感じもする。これマブが最後まで続くな。ジオンも連邦軍も関係ないわ。クランバトルで最後がシャリアブルたちで終わりやろ。当面クランバトルだろで何話かしたら緑王子とクランバトルして負けて、借金の型を体でマチュ習字にあんで木馬乗船とかなるんじゃね。マチュが木馬乗るとしたらそんな感じだろう。あるいは見バレしまくってコロニーにいられなくなって逃亡か。1クールでそんなに部構成みたいなのやってる暇あんのかねって感じはする。1話完結みたいな感じで毎回クランバトルの決着までやるならまだしも、どうせ魔女さんも前後編とかだろうし。母親がカムランの下にいるんよ。見バレからのコンタクトやろ。マチュはいずれ地球に行く。行く理由はさすがに何回もクランバトルやれば政府やジオンにバレるからだろう。特に理由なんかなくとも地球には行きたがってるよ。遠未来の宇宙時代にも世界の歩き方が刊行されてるんだな。シャアとマチュの開口がクライマックスになるんかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。